やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KB イヤーの、KB イヤーストリーマーだ。ストリーマーは、1ダイナミックドライバー、1万円以下の、ちょっといい1台、もしくは、個性的な1万円クラスの1ダイナミックドライバー機が欲しいなという人におすすめしたいクラス。果たして、その性能はどのようなものになっているんだろうか。詳しく見ていこう。KB イヤーはこのような、1ダイナミックドライバーの魅力的なモデルとして、ストリーマーと競合する、金属シェルのインクを販売している。インクは細かなディティールの表現が可能な、金属シェル、カーボン系の振動板を使ったドライバーのイヤホンで、魅力的な1台だ。先日、よりフェイスプレートが美しくなって、サウンドにも重要な調整が加えられたインクマーク2が登場して、最近また話題になっている1台だな。実際、インクマーク2はかなりおすすめ。じゃあ、ストリーマーはインクに勝てるのか？実は、ストリーマーは、インクと外見、性能、そして、実際の音質と、すべてが正反対の性格を持つイヤホンなんだ。一般的な1ダイナミックドライバーのイヤホンで、同じブランド、近い価格帯でも、これほどまでに性格が異なるから、1ダイナミックドライバーイヤホンというのは奥が深い。ストリーマーは、インクと、外見、仕様、音色の3つがすべて異なる。まず、外見、金属製ではなく、3D プリンターを使ったレジンシェルを採用するぞ。レジンシェルは、通常のプラスチック成形のものに比べて、3D プリンターの方が内部構造が最適化されていて、最近は低価格で生産できることもあり、この価格帯のイヤホンの定番の外装の一つになっている。金属ハウジングではより鋭い反響を得ることができるけど、レジンの場合、より柔らかかったり、あるいは、反響を最小限に抑えて密閉するようなデザインのものも多い。ストリーマーは反響に特徴のある音色に仕上げられていて、ここも他の KB イヤー製品とは、少し違う印象を受ける部分となっているぞ。ストリーマーが採用しているドライバーも、LCP という特徴的なものだ。これはリキッドクリスタルポリマー、液晶ポリマー振動板とも言われるもので、樹脂系振動板の中でも最近登場してきたもの。従来の樹脂系振動板より、奥行きのある響きを持っていて、主に低音側の表現に長けたドライバー。ただし、上級モデルでは、低音だけではなく、高音もバランスよく出力できるものも増えている。果たして、ストリーマーは高音を綺麗に出せるんだろうか？というわけで、うまく響きを味方にしていて、なおかつ、低音側の響きに優れたドライバーを採用したイヤホンというわけで、これまでの、はっきりとして音色の KB イヤー製品とは、結構異なるベクトルで作られているのがわかるんじゃないかな。また、響きが独特な商品というと、KB イヤー原部や KB イヤースザクといったモデルがあるけど、今回は、ああいった独特な響き方というよりは、よりまとまりのある響き方になっていて、個性だけで戦っていない印象に変化した。この違いは結構重要だと思う。ケーブルは 3.5mm のみの設定ではあるものの、インピーダンスは 32Ω となっていて、スマートフォンなどに直接組み合わせるのには、もうちょっとパワーが欲しくなる仕様となっている。はてさて、ストリーマーはどんな音色のイヤホンで、この価格帯でどのようなポジションのイヤホンになるんだろうか。ストリーマーは、今までの素材、部品の説明で述べた通りの特性を持っている。すなわち、気持ちよく、程よく響き渡る空間表現に、それから、低音側が弾力があり、全体的には優しい雰囲気のあるイヤホンだ。LCP のイヤホンを触るときに、一番気にするのが、そのイヤホンが、高音域をしっかりと高質なまま保てているかどうか、なんだけど、ストリーマーは、一般的な LCP イヤホンに比べて、空間が広く、音の密度が少なめ、という、LCP の近い、暑苦しい、分厚い、一辺倒の傾向から、一歩離れたところにチューニングの軸足を置いたイメージのあるイヤホンになっている。標準ケーブルでテストした印象では、しっかりと低音量でも高音域側は識別できる。もちろん、KB イヤーインクのように、高音域側がバキバキに引き立っている、高質な振動板のイヤホンに比べると、全体的にマイルドな表現なんだけど、少なくとも、低音側に埋没するような、印象の残らないイヤホンではない、というイメージだな。中音域あたりからストリーマーの音色の印象は強い。LCP は人間の声の弾力や、温度感を表現するのに長けた素材で、そこら辺の印象は、しっかりとストリーマーでも発揮されている。低音域は超低音域をある程度緩和して、通常の低音域の厚みを印象づけている印象。このおかげか、ストリーマーには、LCP 製振動板を採用したイヤホンの中でも、特別広い空間表現が存在するぞ。この空間の広さを感じる印象の理由は、おそらくストリーマーの残響にある、長く残る残響感のおかげで、まるで地下の大空間にいるような残響感が、違和感なく付与されている印象だ。開放感はないので、そこも面白い空間表現の理由だな。
この手のウォーム系というと、KB イヤーブランドを販売する、輸入系のブランドの中だと、GRI 系が近いイメージ。ただし、系は適切に残響をセーブして、ウォームながらハキハキと歯切れの良いサウンドを持つのに対し、ストリーマーはねっとりと残響が残留する。残響がとどまるイヤホンというのは、大体高音域が絡め取られてあまり引き立たないイメージなんだけど、ストリーマーに限ってはそのような状況にならず、うまく残響を活用して、全体のウォーム感や反響感を面白い持ち味にしてるんだよな。全体的には LCP イヤホンの印象は残っているんだけど、やっぱり実際に聞いてみると、空間の広さやサブベースがそれほど出ていないことによる、全体を飲まない低音域など、印象的なところが多い。弾力感のあるサウンドで、なおかつ、曲全体が崩れていないイヤホンを求めている人には、きっと、ストリーマーは有効な手段になるだろうな。せっかくだから、他のイヤホンいくつかと比較してみよう。似たようなハウジングを持つものの、3000円程度で購入することができた、ノーブランドイヤホン、A2 と比較してみよう。ここは全く異なる、特に、空間表現に関しては、ストリーマーの圧勝だ。A2 ではひたすらハウジング密閉による閉塞感と、それから、ノズル形状による、より耳を圧迫される印象があった。ストリーマーはよく似ているが、A2 とは全く異なる、より長時間装着できるので、その面が心配な人からも安心だ。続いて、似たような PET 系素材の振動板を使っている KB イヤー AOU。比較すると、AOU の方が、よりオーソドックスな聞こえ方で、高音域から低音域までそつなくこなす、標準型のような1ダイナミックドライバ機だ。ストリーマーは少し弾力のあるウォーム感に舵を切っているので、より印象に残るのはストリーマーの方じゃないかな。続けて、音が特徴的な KB イヤーの弦部とスザク。これらはケーブルやイヤーピースの交換が必要なかなり癖のあるイヤホンで、こちらも特徴的な KB イヤーストリーマーも、同じようにリケーブルが必要かと思うかもしれない。が、今回聞いていてわかる通り、初期セットで視聴した印象がこのレビュー。なので、弦部などよりも、より初心者でも安心して手を出せる一本に仕上がっているぞ。価格差もあるので、それもしっかり聞いてきている。面白い聞こえ方を求めているのなら、ストリーマーは有力な選択肢になるだろうな。そして最後に、同価格帯で現行品と、大きなライバルになる、KB や INK Mark II と比較してみよう。と言っても、最初に言った通り、傾向が真逆なので、そのまんま比較はできないんだけど。KB やストリーマーは、暖色、弾力が特徴、インクは寒色、キラキラした高音域が特徴。この時点で180度異なる。ただし、両者ともに優れた特徴点もある。それは、空間の広がり。インクは野外、ドライ、広がる音色が特徴だ。空間が広く、楽器もある程度離れた距離から聞こえてくる。一方、ストリーマーも広いんだけど、空間には壁があり、そこから返ってくるような音がより印象的な空間を作り上げるようなイヤホンだ。洞窟の中とまでは言わないけど、反響のある広大な密室みたいなところ、という印象だな。そう、ストリーマー、KB イヤーブランドの中でも、ニア1万円クラスの中でも、独自の立ち位置を確立している。もう一つだけ比較しとこうか。同じく LCP で、非常に人気になった、ダナのキタン S だ。キタンズは重量のある金属ハウジングで余韻を抑えた LCP 振動板採用の1ダイナミックドライバーイヤホンで、これに対し、ストリーマーはかなりキャラクター的には近いものの、反響、残響感を逆手に取ったイヤホンで、他の LCP 系イヤホンとも少し違う空間の聞こえ方が個性的。この2つはおそらく好む層が近そうなんだけど、ストリーマーの聞こえ方は独特だ。他の1万円クラスからすると、少し絡めてない印象なんだけど、すなわち、1万円クラスでキャラが被るやつがいないということ、というわけで、ストリーマー、興味を持ったら購入していいと思う。若干柔らかく、残響のよく残る印象のイヤホンなんだけど、しっかり分離は保っているし、聞き取りやすい音で鳴る。その上で、聞こえてくる、独特な残響感は、きっとあなたも楽しめるはずだ。といったところで今回はここまで。